どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は富士フイルム X Pro 3と XF35mmF1.4R を組み合わせた時の感想や自分自身で使ってみた印象について紹介していきたいと思います。1ヶ月前ぐらいに X Pro 3を購入してから X Pro 3にはほとんどのシーンで XF35mmF1.4R を使って撮影をしています。最初に結論から言いますと、このレンズとボディの組み合わせは見た目もすごく似合っていますし、自分自身にもとても合っている組み合わせだなと感じています。それでは詳しく紹介していきます。では行ってみましょう。まず見た目から紹介していきたいと思うんですが、 X Pro 3に XF35mmF1.4R をセットした時の見た目はこんな感じです。 X Pro シリーズと XF35mmF1.4 は富士の X マウントが始まった時の最初の組み合わせなので、めちゃくちゃかっこよくて自分自身もすごく好みだなと思っています。仮になんですけど X Pro 3を最初に買うとしたら、このレンズを1本持っているだけでもすごく楽しめるぐらいテンションの上がる組み合わせです。 X Pro 3は僕はシルバーを買っているので、軍艦部のところがシルバーになっているんですけど、ブラックのレンズとも似合っています。サイズはミリ表記でいくとちょっと細かくなるので、だいたいざっくりな感じでどれぐらいかっていうと、センチでいきますけど、ボディの横幅が14センチで高さが8センチぐらい、レンズとボディを足した時の奥行きが10センチぐらいで、フードをつけるとだいたいどれぐらいかな、15センチぐらいあるかないかっていう感じかなと思います。 X Pro 3が箱型で結構小さめなボディではあるので、ごっついというかゴツゴツしている感じはあるんですけど、そんなに大きさは程よいぐらいかなと思います。1キロないので全然余裕ぐらいですね。これで重いって言ったらちょっと怒られるかなと思うんで、さすがに重いとは言えないんですけど、 XE4 を僕は結構使っていたので XE4 に比べるとちょっとだけ重たいかなという感じです。レンズ自体も全然重くないんで 187g なんですけど、これが個人的にはつけっぱなしでもいいと思うんですけど、他のもうちょっと広角寄りのレンズを持っておきたいとか、そういった方も多分いらっしゃると思うんで、最初に XF18mmF2 とかをつけておいて、それで 35mmF1.4 を交換用として持ち歩くのも全然ありかなと思います。オートフォーカスの性能は全群繰り出しタイプなのでちょっと遅いっていう風には言われていることも多いんですけど、 X Pro 3は、オートフォーカスに難があるというレベルではなくなってかなり撮りやすくはなっています。 X Pro 2を使っている時はちょっともっさり感があるというか、オートフォーカスで迷う時もあったんですけど、それでも全然撮れないことはなかったので、X Pro 3とこの組み合わせを使ってみるとめちゃくちゃ速くなったというか、Pro 2を使っていた時に比べるとすごくいい印象を持っています。なので子供を撮る時にちょっと X Pro 2では困るかなっていう時もあったんですけど、 X Pro 3では今のところ、子供がめちゃくちゃダッシュしているとか自転車に乗っているシーンとかを撮ってはいないので、すごく快適に撮れているかなと思っています。ピント合わせの部分で近くで撮りすぎるとちょっと迷ってしまうこともあるんですけど、例えばピンポイントで何かパーツを撮るとかそういった感じの使い方をしないのであれば普通に使えるレベルです。瞳 AF に関してはいつも言っていることで申し訳ないんですけど、僕は個人的には瞳 AF は富士では使っていません。その理由はそんなに精度が高くないからっていうことなんですけど、撮りやすいやり方で言うと、瞳 AF はオフで AFC ではなく AFS を使ってそれでトラッキングとかを使わずにシングルポイント、それで撮っています。子供を撮っていたり動体を撮る時ってやっぱりどうしても AFS ではなく AFC とトラッキングの組み合わせを使いたくなるんですけど、でもどちらかというと僕はさっき言ったように AFS とシングルポイントの方が合わせやすいかなと思っています。それでも全然追いかけられるので、もし AFC ばっかり使っているっていう方は試してみてください。あとはオートフォーカスの音に関してなんですけど、ちょっとギコギコなる感じはあって、このレンズ自体が全群繰り出しタイプって言って、レンズが前後してしまうというか、こういうレンズになっているので、それ自体は全然しょうがないかなという。これはこれで慣れてきたら可愛いというか愛くるしいというか、こういうレンズって最近あんまりないと思うんで、僕的には結構気に入って使っているんですけど、ピントがあった時とかもちょっとチャチャっていう感じで音が鳴るのも面白いですよね。ちょっと現代のレンズでこういうのあんまりないんかな。このレンズの仕様はどうやっても変わることはないので、カメラがどれだけ新しくなっても XH2S という最新のカメラを使ったとしてもこれは変わらないことなので、これは可愛いもんだと思って付き合っていくしかない部分です。なのでちょっと
撮るシーンとかは気をつけた方がいい部分はあるかなと思うのですけど、例えば撮影 OK の美術館とか博物館とか、そういう撮影 OK でも他の方が静かに見ていらっしゃるとか、そういった感じの環境ではあまり使わない方がいいレンズかなと思ったりはします。次は動画のオートフォーカスなんですけど、X Pro 3では正直僕は動画を撮ろうとは思っていません。このモニターがそんなに動画を撮りやすいモニターっていう感じではないので、これで動画を撮るつもりはそんなにないんですけど、撮ってみたら意外と使えました。子供を撮る時とかはそんなにあんまり手ブレ補正とかも入ってないんで、これで動画を撮ろうかなっていう感じはないんですけど、例えばですけどこうモニターを倒して開いて、でお腹とか胸とかに当ててこうやって見ながら撮ると意外と固定できるんで、こういった撮り方は他のチルトのモニターでもいけるとは思うんですけど、そういう感じでやるのはいいかなと思います。動画の用途なんですけど、 Vlog とか YouTube の商品撮影とかレビュー動画を撮ったりとか、そういうのはやっぱり向いていないかなと思います。理由としてはやっぱり細かく動画の設定をできるわけではないので、 XT4 とかだったらいろんなフィルムシミュレーションを当てることもできますし、細かい設定もやっぱりしやすいので、その辺はやっぱりこの X Pro 3の動画性能っていうのは X100V とかそっち寄りの簡易的な感じの設定しかできないので、より動画をいろんな設定を使って撮りたいという方は XT4 とか XS10 とか XH2S とかそっちを選ぶ方がいいかなっていうふうに思います。こんな感じで Vlog を撮ろうと思ってもモニターが逆を向いてしまいますし、こういう感じのモニターなんで、これで下に下ろしてここに自分の顔が逆側に映るんだったら自撮りもできるんですけど、それはできませんし、仮にこうやって映せたとしてもこのレンズが画角が狭いので、これで Vlog とかを撮ろうと思ったらちょっと広めの、もう少し広めのレンズを使った方がいいかなと思います。次はどんな撮影に向いているかっていうお話をしたいんですけど、スナップ、ポートレート、風景、あとは僕の場合だったら子供の撮影とか、どれでも使えると思ってます。カメラもレンズも風景寄りではなくスナップとかの方が向いている感じはあるので、どちらかというとその風景を撮るにしても広く収めるっていう感じではなくて切り取るっていう、そのピンポイントでここら辺を撮るみたいな、そういう感じの風景写真の、撮り方っていうのがいいかなと思います。例えば縦写真とかで海とかを撮って船をしっかり収めるみたいな、僕も実際撮ってみたんですけど、それは結構いい写真が撮れて、いい写真って自分で言うのもあれなんですけど、結構お気に入りの写真が撮れて、しっかり絞って撮ればすごくキレのある写真が撮れますし、全然向いているかなというふうな印象はあります。自分の息子を撮っている時の子供の撮影に関してもオートフォーカスが X Pro 2とかの頃に比べると速くなっているので、すごく快適に撮れますし、やっぱりこのレンズで撮るとすごい印象的な写真を撮ることができるんですよね。結構ハッとする写真が撮れるっていう風な感じで紹介することもあるんですけど、それの打率が少し上がったかなという風な印象はちょっと感じてます。公園以外とかでカフェとかお店とか飲食店とか行ったりする時はやっぱりちょっと画角的には狭いなっていう風に感じることはあると思うんですけど、このボディとこのレンズの組み合わせがすごくしっくりきているので、お店を広く映すっていうことはやっぱりできないんですけど、それでも例えばコーヒーショップとか喫茶店とかだったらカップコーヒーを撮るとか、そういった切り取りとかにはすごく最適なレンズとカメラの組み合わせかなと思うので、もちろん撮らない方がいいお店とか撮っちゃダメっていうお店ではダメなんですけど、こういう組み合わせで撮るのは威圧感もないですし、撮りやすいんじゃないかなというふうに思っています。X Pro 3と XF35mmF1.4R の組み合わせの優先順位を最後にお伝えしたいと思うんですけど、暫定は1位ですね。X Pro 3の前の X Pro 2を使っていた時には Pro 2と XF35mmF1.4R の組み合わせばっかり使ってたので、その思い出補正というか、いい印象が結構残っているので、それもあるかなとは思うんですけど、やっぱりこの組み合わせを使ってみると見た目もしっくりきますし、めちゃくちゃ楽しいなというふうに思っています。この XF35mmF1.4R はめちゃめちゃいいレンズですし、紙レンズっていうふうに紹介されることも多々あるんですけど、その反面使いづらいところも多いので、実際どうなのみたいな感じで言われることもありますし、僕自身もそういうふうに動画で出していることもあるんですよね。ただこの組み合わせは本当にすごいしっくりくるんで、このレンズはマジで本当におすすめです。
今後もボディプラスレンズのレビューをしっかりしていきたいと思っていますので、よかったらまた見に来てください。そして最近はウィークエンドスナップっていう感じで写真の作例みたいな感じと、あと動画を組み合わせた Vlog チックなスナップ動画をアップしているんですけど、それは一応そのボディとレンズの組み合わせを紹介しつつ、自分が撮っているシーンとかそんな感じで紹介をしているので、そちらもよかったら見ていただけたら嬉しいなと思います。現像している写真も多いんですけど、それ以外にもこの組み合わせとこのフィルムシミュレーションで撮ったみたいな感じで今後紹介しつつやっていきたいと思ってますので、参考にできる部分も作っていきたいと思っています。2分から3分ぐらいの動画をコツコツサクサク毎週上げて、毎週は無理か、遊ばんかった週は上げれないですけど、遊んだ週はしっかり上げていきたいと思っています。そして今回の動画がもしよかったと思ったり、参考になったなと思った方はチャンネル登録をお願いいたします。X Pro 3だけではなく、もちろん XE4、XT4 の組み合わせとかもしっかり撮っていきたいと思ってますので、今後もよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。